RX78GP01 ガンダム試作1号機ゼフィランサスは OVA 機動戦士ガンダム0083に登場した地球連邦軍のガンダム開発計画によって開発された一機です。開発された機体の中では最もベーシックで汎用多用途のコンセプトが顕著に現れた機体となります。それゆえにアニメ版では地上用と宇宙用、漫画版では戦場に合わせさらに多数のバリエーション機が登場しました。今回はそんな試作1号機の系譜について解説させていただきます。まずベース機となる試作1号機ゼフィランサスについてです。本機は重力化仕様の形態であり、モビルスーツの人型兵器としての思想が追求されているので、かつての RX78 ガンダムのコンセプトを継承しています。ガンダムの万能性を汎用多用途性として解釈し、センサーやバランサー類の設計変更を行うことで、より人間に近い挙動が行えるようになりました。なお、この多用途性は、最初から機体に様々な機能を盛り込むのではなく、オプションによって特定の機能に特化させるという形で実現されていました。その要素の一つが、胴体部のコアブロックシステムです。本機の環境適応能力は、初代ガンダムに比べ低下しているようですが、コアファイター2を完走することで、地上、宇宙それぞれの環境に合わせた最高の性能を発揮できます。最もベーシックな機体ゆえに、武装もシンプルで、携行火器は、エネルギーパック方式を採用したビームライフルや、ジムタイプが携行する 90mm マシンガンにシールド、そしてビームサーベルにバルカン砲と、いかにも連邦軍のモビルスーツらしい武装構成になっています。作中ではテストのために試作2号機とともにトリントン基地へと移送されてきました。しかし試作2号機がアナベルガ島に奪取され、これを追撃するためにコウ・ウラキ少尉が本機に登場。以降本機はガ島追撃の任に就いたウラキの愛機となります。その後アフリカまでガ島を追撃するものの宇宙への離脱を許し、これを追って試作1号機も宇宙へと上がりました。しかし地上用装備からの完走も行わないまま出撃した結果、宇宙空間ではまともに動けず、シーマガラハウのゲルググマリーナに大破させられます。その後機体のオーバーホールも兼ねてアナハイムエレクトロニクス社のフォン・ブラウン工場へと送られ、宇宙用装備への換装が行われました。こうして回収されたのが RX78GP01FB ガンダム試作1号機フルバーニアン、開発コードゼフィランサスフルバーニアンです。本機は試作1号機の宇宙船仕様にあたる機体です。試作1号機の宇宙仕様は設計段階から想定されており、もともとコアファイター2を換装し、脚部にプロペラントタンクなどの追加装備を施すだけで空間戦闘にも対応できるよう設計されていました。しかし試作1号機がゲルググマリーネとの戦闘で著しく損壊したため、ロールアウトから損壊に至るまでの戦闘データをフィードバックし、提案されたアイディアを盛り込んだのが本形態となります。特にコアファイター2には大幅な改良が加えられています。航空用の空力装備の排除、ジェネレーターの高出力化、武装のレイアウトの変更、熱核ロケットへの換装など、コックピットブロック以外はほぼ新造されました。機体本体にも剣部のショルダーバーニアポット、胸部のリバーススラッシャーなど各部に姿勢制御用バーニアが装備され、機体の機動性を飛躍的に向上させています。またコアファイターにも4機のメインスラスターと11機のサブスラッシャーを装備したことで、宇宙空間での微妙な姿勢制御も可能です。このようにコアファイターだけでなく機体本体も完全に宇宙船仕様へと変更されたため、当初のコアファイターを完走するだけで地上と宇宙に対応できるというコンセプトに反した機体となりました。武装面では試作1号機の兵装を改良したものに加え、新型試作ビームライフルが用意されています。なお漫画0083リベリオンではロングレンジライフルとして扱われていました。試作1号機単体では使用できなかった兵装ですが、本形態への換装の際にジェネレーター出力も向上したため、短期での使用が可能となっています。作中ではアナハイムエレクトロニクス社のリバモア実験場でのテスト後、フォン・ブラウン氏に秘匿されていたケリー・レズナーのバルバロと交戦。クローアームで機体を捕獲されるものの、上半身のパーツを切り離してビームサーベルによる刺突攻撃を行い、辛くも勝利しました。その後はコンペイトへの核攻撃を行った試作2号機と交戦。
激闘の末に相打ちとなり、試作2号機とともに爆散しました。こうして OVA 版ではゼフィランサスとフルバーニアンの2形態のみが登場したガンダム試作1号機ですが、他作品では様々な形態が登場しています。特に最新の漫画0083リベリオンでは物語の大筋は OVA 同様ですが、複数の形態が登場しています。まずチョガムアーマー装備についてです。最大の特徴はガンダム NT1 のデータを参考に開発されたチョガムアーマーを装着している点にあります。ただアレックスのものとは異なり、頭部にもフェイスガードが装備されています。フェイスガードはバイザー型となっているため、アーマー装備時のフェイス形状は V 字のアンテナ以外はジムを思わせるような顔つきとなっています。なおアレックスには BB 戦士オリジナルのヘッドギアと呼ばれる頭部用チョガムアーマーの設定があり、マスターグレードアレックスバージョン 2.0 発売時にはボーナスパーツとしてヘッドギアが付属されていました。その流れから試作1号機にもヘッドギアが取り付けられたのかもしれません。本形態は核攻撃を行う試作2号機の護衛役に特化した装備となっています。もともとレーダーが撹乱させるミノフスキー粒子散布下では戦術核を遠距離から的確に命中させるのは困難でした。そのため宇宙世紀における核攻撃は高い機動性を持つモビルスーツが目標まで接近し、近距離から核弾頭を発射する必要があります。ただ近距離での核攻撃は発射する機体にも相応の危険が伴うため、試作2号機には核の影響を最小限にとどめる対放射線や EMP 対策が施されていました。一方試作1号機にはもともと試作2号機並みの対放射線や EMP 対策は施されていなかったため、そのまま2号機の護衛につくことは困難でした。そこで用意されたのがこのチョガムアーマー装備となります。つまり本形態は試作1号機を試作2号機のナブとして運用することに特化した形態とも言えるでしょう。しかしこの重装甲が原因で1号機の強みである機動力は大幅に損なわれてしまいました。浦木はこのチョガムアーマーを装着した1号機を見て、機動力がジムより落ちると酷評しており、戦闘の際も鉛のように機体が重いとその扱いづらさを口にしています。作中では試作2号機とともにトリントン基地への搬送時、原作と異なり本形態の状態で搬入されました。機動力の低下のリスク確認も含めて地上でのテストを行う予定でしたが、その前に NATO によって2号機が奪取されたため本形態のまま戦闘に入ります。案の定チョガムアーマーがデッドウェイトになり、試作2号機は愚かドムトローペンにも歯が立たず一方的に敗北しました。その後戦闘を見ていたニナが機動力低下のリスクを認め、浦木にチョガムアーマーの排除を許可。これによりアーマーを強制排除した1号機は私たちがよく知るゼフィランサスの姿となりました。次にアクア装備についてです。本機はアクアジムや水中型ガンダムに採用された各種装備をアタッチメントとして装着した試作1号機の水中専用形態となります。両肩とふくらはぎにはアクアジムが使用していた装甲と同型のものが装着されており、背部には専用のバックパックを装備しています。武装としては両肩に4機の魚雷発射管、携行武器として魚雷付属ミサイルランチャーを装備。シールドもありますが、水中ではシールドが邪魔になるのか、作中では海中に入ると同時に投棄されていました。他機体で運用されていた装備を流用した形態ですが、試作1号機の汎用性の高さもあって水中での高い性能を見せています。作中ではトリントン基地から奪取された2号機を搭載し、アフリカ大陸へと向かうユーコン級潜水艦 U801 の追撃の際に登場。ユーコン級に深淵のクラーケン隊が合流し、追撃してくるアルビオンを奇襲してきます。そこで水中戦闘用の装備として用意されたのがこのアクア装備でした。テストもないままいきなりの海中戦闘となりましたが、ミサイルランチャーによる攻撃でユーコン級を撃沈するなど戦果を上げています。次に G アーマー2についてです。これは G ファイター2と試作1号機が合体した形態で、作中ではアクア装備に換装した試作1号機とともに運用されました。地球上ではネックになる作戦行動半径が本機との合体によって飛躍的に向上しています。ただ
試作1号機がスマートなデザインをしていた反面、G ファイターのような武骨なデザインの機体との合体は違和感があるのか、作中でニナはこんなの私のガンダムじゃないと苦言を呈していました。武装としては G ファイター2に装備されているビームキャノンが使えるはずですが、クラーケン隊との戦闘で破損したため、作中では1号機の試作ビームライフルとロングレンジライフルを装備しています。ロングレンジライフルは内蔵コンデンサからチャージするタイプの装備ですが、エネルギーが多すぎるため G ファイター2のジェネレーターを使用しても発射間隔に数秒を要するようです。なお、重力化仕様の1号機のジェネレーターでは出力不足だったため、1号機単体での使用は不可能とされていました。ちなみにロングレンジライフルはもともとガンダム試作0号機用に用意された装備で、1号機で使用することを想定されたものではありません。そのためフルバーニアンへの改修直後もバランスを崩す装備として直接1号機には装備されず、サブフライトシステムに搭載して運用されていました。作中ではクラーケン隊を迎撃するためアクア装備の試作1号機とドッキングして出撃。ズゴックイやハイモックを消波させる活躍を見せています。ただこれ以降 G ファイター2のドッキングは見られず、宇宙に上がった後も使用されませんでした。次に重装フルアーマーバーニアンについてです。これは重装フルアーマーガンダム7号機用に開発されたセカンドアーマーを装着した姿です。従来の1号機フルバーニアンでは推進出力の問題からあまり遠くの敵に対応することができず、散発的に敵機が現れる状況では2号機を取り逃がしてしまう恐れがありました。そこで1号機の出力を向上させるために急遽組み上げられたのが重装フルアーマーバーニアンです。本機のセカンドアーマーは7号機のものとは若干仕様が異なり、両肩にはビームサーベルが搭載されたサブアームを追加、剣部に5連装ミサイルランチャーを内蔵、両脚に7連装、背部に8連装と各部にミサイルが増設されています。元から装備されていた兵装も使用可能で、作中では戦艦並みの威力を誇るメガビームキャノンとヨーグビーム砲2機による遠距離射撃を行っていました。外出力のブースターを装着したことで推進力も大幅に向上しており、ジムカスタムを牽引しながらカンカン式を襲撃しようとするガトーの元へ急行しています。ただセカンドアーマーを装備したことで逆に小回りが効かなくなっており、空間戦闘に特化していたフルバーニアンの強みは失われてしまいました。また重装備ゆえに接近戦は不利ともされています。しかし作中ではサブアームユニットに装備されたサーベルを用いて複数機を同時に相手にするシーンも見られます。ある意味本形態で苦労したからこそ逆にデンドロビウムをうまく扱えたのかもしれません。セカンドアーマーは高原宇宙上から補給物資としてアルビオンに送られてきたものの、扱いの難しさから保留パーツとして格納されていました。しかしフルバーニアンの出力不足に悩んでいたコーの要望に応えるため、モーラバシット主導で換装が行われます。その後ジムカスタムを牽引してガトーが潜むであろう中域へと出撃。そして試作2号機を守るために立ちふさがったケリーの狩るバルバロフルミッションモードと交戦します。モビルアーマークラスの熾烈な戦闘が繰り広げられますが、ケリーと共にバルバロを整備したことで弱点となる箇所も知っていたウラキに軍配が上がり、バルバロの機能停止という形で決着しました。その後試作2号機の元へ向かう際にセカンドアーマーはパージされ、その役割を終えています。このように漫画0083リベリオンでは OVA 版の流れを組みつつも新たな形態が多数登場しましたが、その他にもいくつかの派生機が存在します。まず RX78GP01FA フルアーマーゼフィランサスです。これは一年戦争時に立案された FSWS 計画、いわゆるフルアーマープランを試作1号機に組み込んだ形態です。外装パーツはかつてのフルアーマーガンダムを踏襲したもので、右腕の2連装ビームライフルに右肩のロケット砲、脚部の補助推進装置など、その見た目はまさしくフルアーマータイプの機体そのものとなっています。しかし従来のフルアーマータイプとは大きく異なる点が一つあります。それは装甲の装着方式です。通常フルアーマー化する際は元からある装甲の上に強化装甲を取り付ける仕組みを採用していました。一方試作1号機では従来の装甲を
強化装甲へと取り替える方式が採用されています。試作1号機はもともとオプションを装着することを想定した機体設計となっているため、こちらの方が都合が良かったのかもしれません。ただし脚部のホバー移動用エンジンユニットのような一部のシステムは機体から独立したオプションになっています。 GP 計画がベラーズ紛争後に抹消されたため、このフルアーマー形態はペーパープランに終わってしまい、実用化には至りませんでした。次にガンダム試作1号機シアンについてです。本機シアンと呼ばれる機体は雑誌アナハイムジャーナルに掲載されていたイラストが元ネタとなっており、その後電撃ホビーマガジン2004年3月号で立体化されました。バックパックにスラッサーが4機、ユニバーサルブーストポッドに左右各3機、両脚部に各2機、リバーススラスターが8機とフルバーニアン以上に機動力を追求した機体です。本機はあくまで加速性能の限界を調べる実験機で、本機で得られたデータをもとに実用化し得る性能に調整されたのがフルバーニアンではないかと考えられています。最後にガンダム試作1号機ティターンズ仕様についてです。本機はゲームガンダムトライエイジのビルド MS 第2弾の機体として登場しました。ガンダムマーク2を思わせるティターンズカラーに塗装されています。こちらはベラーズ紛争で試作1号機が失われずガンダム開発計画が存続していたらという if 機体です。ただこの if 設定を聞いてお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの設定にはかなり無理があります。というのがガンダム開発計画はティターンズを創設したジャミトフ・ハイマンの政敵であるジョン・コーベンによって推進された計画です。そのため試作2号機が強奪されていなくてもジャミトフはコーベンを失脚させるため開発計画を頓挫させようとした可能性が高いのです。実際ガンダムイボルブ04ではジャミトフはガンダム開発計画を頓挫させるため暗躍する姿が描かれています。とはいえティターンズは目の敵にしているジオン系モビルスーツの技術も取り入れているため、コーベンを失脚させた後開発計画を乗っ取ってガンダム試作機シリーズの開発を進めている可能性も否定できないのかもしれません。ということで以上 GP01 の系譜でした。余談ですが、試作1号機に本来設定されていたコアファイターを換装しただけの宇宙仕様がどのような姿なのか未だに明かされていません。しかし漫画0083リベリオンによって宇宙仕様以外のオプションがかなり充実したため、本来の宇宙仕様の試作1号機が披露される日もいつか来るのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。